こんにちは、ゆうせいです。今日は2023年7月13日、今、成田空港の第2ターミナルにいます。ということでね、今回も、東南アジアと中東を中心に、旅しようと思うので、ぜひ最後まで見てください。それでは、レッツゴー。マシャラ旅、今回も東南アジアフィリピン共和国成田空港からセブパシフィック航空で約6時間、まずはフィリピン留学で有名なセブ島へ行きます。そしてさらにそこから飛行機で1時間半、フィリピン共和国の首都マニラに行く様子です。それではどうぞ。とりあえず今国際線の出発フロアに来たんだけど、実はね今、夜の10時過ぎ10時半ぐらいかなで、私のフライトは明日の朝なので、どっかね寝られる場所をね探したいと思います。さすがに夜ということだけあってあまりね人はいないです。普段成田空港で寝るときはねだいたいここのベンチなんだけど、ここだと電源がないので、ちょっと電源があって寝心地の良さそうなところを探したいと思います。さすがにこの時間だとお店はほとんど閉まってますね。ということでここなら充電もできて、こんな感じなので、今日はここで寝ます。ではおやすみなさい。おはようございます。昨日のベンチはデコボコしてて結構ね寝づらかったのでこっちに移動しました。ここは床です。ということで、朝になったのでフライトまで待ちたいと思いますね。お腹は空いたのでとりあえずどっかで何か食べようかなと思います。まだ朝の5時でこの時間だと空いてるのが吉野家とあとセブンイレブンぐらいなので、今回は吉野家にします。というわけでここです。人生初か2回目の吉野家です。ということで牛丼の大盛りとサラダセット到着しました。はい、それでは牛丼大盛りサラダセット到着しました。ではね、日本最後のご飯いただきます。ということで出発フロアに到着しました。すでにオンラインチェックインをね済ませているので、この後手荷物を預けてそれで中に入りたいと思います。今回最初に行く国はフィリピンです。ただフィリピンは旅行で行くわけではなくてただね滞在するだけなので、この次の動画は多分フィリピンの次の国タイになるかなと思います。今チェックインカウンターに並んでいます。チェックインカウンターもオンラインチェックイン済みとそれ以外で分かれています。ということで荷物預け終わりました。今回の目的地はフィリピンで、長期滞在したバギオなんですが、先にねセブ寄ってそこでトランジットしてマニラ、そしてバギオに行きます。ただこの動画は多分マニラあたりで終わりになると思います。ではセキュリティチェックに行きたいと思います。はい、というわけで無事セキュリティチェックも通過しました。でね、免税店のエリアにいるんですが、こんな感じで昨年の10月と比べると免税店がかなり空いています。とても嬉しいです。というわけで約1時間10分遅れで登場になりました。というわけで機内に登場しました。でフィリピンの航空会社はねまだマスクが必要で持ってなかったので黄色のマスクをいただきました。ではここから約4時間のフライトです。はい、ということでマクタンセブインターナショナルエアポートに到着しました。ここからね1回、入国をしてその後に、国内線のターミナルに移動してそれでねまた飛行機に乗ります。というわけで荷物も無事ピックアップしました。ただね今まで使ってた SIM カードがなぜか使えない。とりあえず今ターミナル2なのでターミナル1に移動します。Excuse me, how can I go to Terminal 1? You want to go straight this way, sir. Other building. By walk? Yeah, it's a walking. Okay. 5 minutes walk from 5 here. minutes? Okay, thank you. はい、というわけでターミナル1に移動するんですが、1度にはね結構近いらしくて歩いて5分だそうです。というわけで歩いていきます。
ターミナル2をね出て右にずっとまっすぐ行くと着くらしいですね。こんな感じ。セブ思ったより暑くないですね。今の日本の方が多分暑い。ちょっとねどこだか分かんないんでもう一回聞きます。 Excuse me, where is Terminal 1? There, this way? Okay, thank you so much. 本当にね右出てひたすらまっすぐみたいです。だからね迷うことないですね。この駐車場の間の道をひたすらまっすぐ行くと5分ぐらいで到着します。昨日空港泊だったので1日お風呂入れてないんですが、もうね早く髪を洗いたいです。そして長いのでバギオに着いたら100ペソ240円でね、髪のカットもしたいなと思います。セブはね結構湿気が多くてジメッとした感じだけど、それでもね気温は日本より低いと思います。はい、というわけでここかな、これがターミナル1かな、到着しました。5分もかからなかったです。なんか空港のターミナルっぽくないですね。マクタンセブインターナショナルエアポートの第1ターミナル、ここはね国際線ではなくてやっぱり国内線のターミナルっぽいんですけど、なかなか面白い感じですね。なんとクーラーがなくてね、外と気温が同じジメジメっとした感じです。まあでも結構大きくてお店もたくさんあって面白そうですねこれ。ではどこがディパーチャーだ？上かな？上っぽいですね。上にチェックインって書いてあったので、とりあえず上に行ってみます。あった、ここの下から2番目マニラ行き17時30分発、チェックインオープンになってますね。7から29だからどっちでしょうか。向こうですね。行ってみましょう。ただチェックインはもう終わっているので、チケットもね持ってます。ただねこれをドロップしないといけないから、そのために1回チェックインカウンターに行かないといけないです。はい、ということでチェックインカウンターのとこに来た。ここはクーラーが効いてて結構涼しい。そしてねここならどこでもいいっぽいんだけど、チェックインは終わってるんだよね。バッグドロップ、あ、こっちだ。じゃあここにとりあえず並ぼう。ではセキュリティチェック終わって中に入りました。さすがフィリピン、免税店全部やってます。そして第1ターミナル国内線には、プラザプレミアムラウンジというのが、プライオリティパスで使えるので、ちょっとねそこに行きたいと思います。というわけでここです。セキュリティチェックが終わった目の前にあります。この地下っていうか下にあるんでしょうかね。どうでしょう。ここですね。ではここに行きたいと思います。はい、ということでねラウンジの中に入りました。こんな感じです。ここのラウンジはこのようにねちゃんと目の前にシェフがいます。このようにチキンアドボって言ってフィリピン料理もあります。ということでこんな感じの料理と、それからフィリピンのケーキを持ってきました。飲み物はお酒が飲めないのでスプライト。それではいただきます。ということで機内に乗りました。ということで登場しました。機体はねよくある3席3席で、広さも変わらないですが、ちゃんと USB ポートがあります。ちょっと新しいですね。ということでマニラ空港に到着しました。土砂降りで天候が悪くてありえないぐらい揺れてねちょっと生きた心地しなかったですが無事到着です。そして、1時間半ぐらい遅れたのかな。で明日はまた6時間ぐらいかけてバギオに行くんですが、今回の動画はこれで終わりにしたいと思います。それではねぜひチャンネル登録、いいね、コメントよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。
バイバイ。